中日は延長10回の末に力尽き、今季3度目となるサヨナラ負けを喫した。あと一歩で勝利を手にできそうな展開だっただけに、試合終了の瞬間に漂った重苦しい空気はひときわ大きなものとなった。この敗戦によってチームの借金は再びワーストタイとなる18に到達した。浮上のきっかけをつかみかけながらも、その流れを完全な形で自分たちのものにはできなかった現実が重くのしかかった。試合は序盤から両チームの投手が粘り強い投球を披露し、大量得点を許さない緊迫した展開となった。一球の重みが増していく中で、選手たちは集中力を切らさず戦い続けた。中日打線も好機を作りながら得点を積み重ね、相手投手陣に簡単には流れを渡さなかった。決して一方的な内容ではなく、勝利の可能性を十分に感じさせる時間帯もあった。しかし、野球は最後のアウトを取るまで結果がわからない競技である。終盤に入るにつれて緊張感は高まり、両軍ともに小さなミスさえ許されない状況へと変化していった。9回を終えて決着はつかず、試合は延長戦へともつれ込んだ。疲労が蓄積する中でも選手たちは必死にプレーを続け、ベンチもあらゆる可能性を考えながら采配を振るった。延長10回のマウンドを託されたのは伊藤だった。ここまでの登板内容や状態面を踏まえ、首脳陣はこの場面を任せるに値すると判断し、勝負の行方を委ねたのである。だが、伊藤は期待に応えることができなかった。先頭打者への対応から苦しみ、徐々に相手打線へ主導権を握られる形となり、持ち味である粘り強さを十分に発揮できなかった。一球ごとに球場の空気は張り詰め、スタンドからの声援も大きくなっていった。それでも状況を好転させることはできず、最後は相手チームに歓喜の瞬間を許す結果となった。サヨナラ負けという結末は、選手にとってもファンにとっても精神的なダメージが大きい。あと少しのところまで迫っていただけに、その悔しさは簡単には消えそうにない。試合後、井上和樹監督は敗戦の責任を特定の選手だけに押し付けるような姿勢は見せなかった。チーム全体で受け止めるべき結果だという認識をにじませたコメントを残した。指揮官は、最近の伊藤の投げっぷりにかけたという趣旨の言葉を口にし、起用自体には一定の根拠があったことを強調した。結果論だけでは語れない難しさもあった。監督の発言からは、選手への信頼を簡単には失わない姿勢も伺えた。苦しい状況だからこそ、選手を信じて送り出した判断を否定しない考え方が伝わってきた。もちろん、結果だけを見れば別の投手起用を求める声が出るのも自然な流れだろう。しかし、ベンチはその時点で最善だと考えた選択を実行したに過ぎない。伊藤自身も悔しさを強く感じているはずだ。重要な局面を任された責任感があるからこそ、試合後には自らの投球内容を厳しく振り返ることになっただろう。今季の中日は接戦を落とす場面が少なくない。あと1本、あと1球というわずかな差が勝敗を分け、その積み重ねが現在の苦しい順位状況につながっている。借金18という数字は決して軽いものではない。しかし、シーズンはまだ続いており、ここで諦めるわけにはいかないという思いも選手たちの胸にはある。苦境に立たされているからこそ、チームとしての結束力が問われる。ベテランと若手が互いに支え合い、同じ方向を向いて戦えるかどうかが重要になる。ファンの存在もまた大きな支えだ。厳しい戦いが続く中でも球場へ足を運び、声援を送り続ける姿は選手たちにとって大きな力となっている。一方で、期待が大きいからこそ失望の声が上がるのも事実である。応援しているからこそ、勝利を逃した試合への悔しさやもどかしさは強くなる。打線に目を向ければ、好機を得点に結びつける確実性の向上が課題として残った。限られたチャンスをものにする勝負強さが今後さらに求められる。投手陣も連戦の疲れが蓄積している時期だ。先発だけでなく救援陣も含め、総力戦でシーズンを乗り切るためのマネジメントが欠かせない。守備面においても、細かなプレーの精度が勝敗に直結する。
派手なミスがなくても、一歩目の反応や中継プレーの差が試合の流れを左右する。今回の敗戦は痛恨ではあるものの、学ぶべき材料も多く含まれていた。終盤の戦い方や心理面への対応など、改善につなげられる要素は存在する。井上監督は、切り替えていい形で名古屋に帰れるように、という前向きな姿勢も示した。過去の結果に引きずられすぎないことの重要性を説いた。長いシーズンでは、敗戦をどう受け止めて次へ進むかが極めて重要になる。一つの負けを連敗につなげない精神力が求められる。選手たちもいつまでも落ち込んではいられない。悔しさをエネルギーへ変え、次の試合で結果として示すことが何よりの反撃となる。特に若手選手にとっては、このような苦しい経験が成長の糧となる可能性がある。重圧の中で得た学びは将来の財産となっていく。ベテラン勢にはチームを落ち着かせる役割が期待される。経験豊富な言葉や振る舞いが、若い選手たちの不安を和らげることもある。勝てそうな試合を落としたからこそ、チーム全体の悔しさは大きい。その感情を共有しながら前を向けるかどうかが今後の分岐点となる。名古屋へ戻る道のりは決して軽い気持ちではないだろう。それでも本拠地で待つファンの前で、再び戦う準備を整えなければならない。プロ野球の世界では、結果によって評価が大きく変わる。しかし、そこに至る過程や選択にも目を向けることで見えてくるものがある。今回の伊藤の登板もまた、単純な失敗として片付けられるものではない。信頼と責任、そして勝負の厳しさが凝縮された場面だった。中日は依然として厳しい状況に置かれているものの、残された試合で巻き返しを図る可能性を失ったわけではない。一戦一戦の積み重ねが重要になる。苦しい時期だからこそ、チームの進化が試される。選手、首脳陣、そしてファンが同じ方向を向き、再出発への一歩を踏み出せるかが注目される。悔しさの残るサヨナラ負けとなったが、シーズンはまだ終わっていない。この敗戦を糧に変え、中日が次の舞台でどのような姿を見せるのかに期待が集まる。